バルツと白の教団の3人組が戦っているこの隙に、スライムのプヨちゃんを助けよう。バルツは一人で白の教団の3人組と互角にやり合っている。さっきは本気ではなかったようだ。両者激しくやり合っているせいか、君たちに構っている余裕はなさそうだ。プヨちゃんは人間を警戒しているのか、君たちが近づくと外へ駆け出した。祠の中ではまだ白の教団連中とバルツが激しく戦っている。今は中に入らない方が良さそうだ。君たちがプヨちゃんを保護しようとすると、いきなり襲いかかってきた。ひとまずプヨちゃんの体力を減らして落ち着かせましょう。荒ぶるプヨちゃんは戦いで息切れしたのか、ようやく動きを止めた。しかしまだ正気を失っているようで、こちらを警戒して睨みつけている。正気を失ったプヨちゃんを元に戻せそうなものを使ってみよう。君は武器でプヨちゃんを思いっきり叩いてみた。叩かれたプヨちゃんはめちゃくちゃ怒っている。これでは警戒心が余計に強まるばかりだ。君はプヨちゃんに薬を使ってみた。すると多少元気にはなったが、まだ正気は失っている。君は再び武器を構えると、プヨちゃんを渾身の力で叩いてみた。プヨちゃんは正気を取り戻すどころか、目に見えて弱っている。クロエはもうやめときなさいと君に忠告した。君はクロエの忠告にも耳を貸さず、何度も何度もプヨちゃんを叩き続けた。君の強烈な一撃によってプヨちゃんは脳髄をまき散らしてべちゃりと潰れてしまった。君の軽率な行動によりプヨちゃんを連れ戻すという目的は果たせなくなった。その後、君たちの悪評は尾ひれがついて世間に広まり、とてもドラゴン探しどころではなくなってしまった。残念だが、君たちの冒険はここまでのようだ。君は村の女の子からもらったハンカチでプヨちゃんの口元をゴシゴシと拭いてみた。するとプヨちゃんは小声で「そこはお尻」と恥ずかしそうに言った。どうやらハンカチに染みついた女の子の匂いで正気を取り戻したようだ。正気を取り戻したプヨちゃんは共生の村の方へ駆け出していった。君はさらにネバネバになったハンカチをそっとカバンにしまった。子供毛玉のペロリンが寄ってきて、プヨちゃんが戻ってきたと教えてくれた。不審者をやたら警戒しているおばさんは言った。よく見ると、あんたたちもかなり不審だねと。女の子は、プヨちゃんが帰ってきて大喜びしている。クロエは、よかったねと微笑みながら、女の子にハンカチを返した。女の子は、ありがとうお姉ちゃんと頭を下げた。プヨちゃんは、相変わらずネバネバしている。嬉しいとねばつくのだろうか。君は村長に報告するのでプヨちゃんを連れて行くと女の子に告げる。女の子は早く帰ってきてねとうなずいた。女の子はプヨちゃん早く帰ってきてねと待ち遠しそうに言った。ペロリンはさすが我が輩の友達だとクロエにじゃれついている。無事だったかとプヨちゃんを抱きしめる村長。君はバルツや白の教団の連中の件も含め、これまでの経緯を村長に報告した。村長は白の教団が誘拐犯を追い詰めたなら安心だと胸をなで下ろした。ともあれご苦労だったと言いながら、村長は給仕に食事の支度をさせている。一仕事終えた君たちは豪勢な食事に飛びついた。君、メルブール、そしてリディの3人はまるで水でも飲むかのように食事を喉に流し込んでいく。私からのお礼だ。存分に食べてくれ。村長は君たちの食べっぷりをにこやかに眺めている。君はひとしきり料理を食べ終わったところでプヨちゃんがいなくなっていることに気がついた。
その時、最後にデザートはいかがかねと、村長はご機嫌な様子でネバネバで気色悪いゼリーを差し出した。君はこの見覚えのある色、そしてネバつき具合に寒気を感じた。君は見覚えを感じつつもデザートに手を伸ばす。しかし、その手はクロエによって止められた。君は、これは、ぷよちゃん、と、恐る恐る村長に尋ねる。すると村長は、悪気もなさそうに、そうだが何か、と素の表情で答えた。こいつがまた絶品でね、と、村長はゼリーを見ながら、くくくと笑った。しかも、君たちが連れ戻してくれなければ、食べ頃を逃すところだったと言っている。食わないのか、絶品なのにと、村長は不思議そうな顔をしている。家を出ようとした君たちのことを村長が引き止める。村長は、やや育ちすぎだが、丸々していてうまそうだと、舌なめずりしながら、メルブールを指さし、この魔物を私に譲ってくれないかと君に言った。君はいくら払うんだと村長に聞いてみた。本気ですか？金ならいくらでも、と村長が言いかけた次の瞬間、君は鬼の形相で村長につかみかかる。君は村長を渾身の力でぶん殴った。村長は床でもんどりを打ちながら、魔物は家畜じゃないかと言っている。君はメルブールをぎゅっと抱きしめながら、お前は誰にも、とつぶやいた。メルブールはつぶらな瞳で、キューと泣いている。君は仲間たちに目で合図を送ると、ここから立ち去ることにした。君たちが村長の家から離れようとしたその時、君をめがけて背後から村長が突進してきた。それにいち早く気づいたメルブールは、君をかばうように立ちはだかる。バンと激突した村長とメルブールは、二人ともその場に倒れてしまった。村長の手から血のついた短刀が床に転げ落ちる。強靭に倒れたメルブールを看病するため、君たちは宿屋を訪れていた。君は横たわるメルブールを心配そうに眺めている。刺された傷は軽傷なのに、いくら薬を与えてもメルブールは寝床から動かない。そこへ子供毛玉のペロリンがやってきた。我が輩の友達の仲間が危ういと聞いてはせ参じたそうだ。ペロリンはおもむろにメルブールの傷跡をペロペロした。すると、これはなんとかエキスではないかと声を上げる。なんとかエキスはある魔物から採取できる毒で、体に入り込むと著しい体力低下を引き起こすという。そうか、村長の担当になんとかエキスが。君はようやくメルブールが動かない原因を知った。どうにかならないのとクロエは聞いた。するとペロリンは何かを思いついたように、メルブールの傷口をチューチューと吸い始めた。そして傷口からたっぷり吸い出したなんとかエキスを小瓶に詰め、君に渡す。ペロリン曰く、この村から街道沿いに南下すると、海岸の町があるそうだ。その町に住んでいる有名な栄養士に、なんとかエキスを渡せと。君は、そこまで知ってるなら、ペロリンが行きなよと、逆にお願いしてみた。ペロリンは、我が輩まだ子供だし、魔物なんで、他の町はちょっと、と言っている。最初に出会った時、この村から旅立つ決意をしたって言ってたような。と君は思ったが、今はメルブールを一刻も早く治すのが最優先と、
自分で行くことにした。しかしなんとかエキスは魔物由来の毒。本来魔物には無害のはずだが、とペロリンは首をかしげた。